にちは、西垣正信です。今日はリュート組曲1番バッハですねの中からちょっと地味な曲であまり弾かれてない曲ですけど、クーラントの解説と演奏してみます。解説って言っても実はあまり解説する分析があまり意味のない作品なんです。ちょっとバッハにはこういう側面があって、何調だとか構造がどうって分析が効かない作品だからバッハって偉大なんですねがあります。クーラントっていうのは17世紀とか16世紀のフランスの踊りですね。上半身あまり動かさずに足だけがとっても優雅に動いていくんです。でクーラントって空反というのは流れのことですね。英語でカレントと言ってるのかな。海流だとか気流だとか風の流れだとか、場合によっては流行のこともカレントクーラントですね。この曲ではバッハが時々扱うテーマです。ひたすら上に上がっていく。その時代のもっと前からだな、ゴシックの時代から大きなカテドラルは上に光が差してそこに天国に上がっていくわけですね。で上には光がある満ちてるわけです。僕たち日本人にとってはあんまりそうでもなくて、西方浄土と言ったりね、すごい遠くの西の方に浄土があったり、竜宮城みたいに海の中にあったりするんだけれど、それはいいでしょうね。でクーラントはこういう八分部一つの引っ掛けから入ってきます。ほらもうミの音からずっと上に上がって時々明るい輪もあるけれども、風に吹かれながら上に海から上がってきてソに来てラに来てシに来てドに上がってちょっと下がるけどまたミに一生懸命上がって、ここに来たら上かと思ったらまだそれから上に上がる。ここが上だけれども緩やかに墜落していくわけ。この中でもいろんな和音経過していくけど、それを分析してもあんまり意味がなくて、まるで風景、吹いてくる強い風、弱い風、優しい風、そよ風、強風、疾風、それを表現しているだけですね。最後は一応俗調ではあるんだけど、これはもうピカルディのサウンドでこれ俗調に持ってきてるだけです。そして後半に来るとこれをソシレだからって都庁調と分析するとちょっと違って、これはもう補単調の3度の音の同音が上がらないだけのことで、ここで初めてちょっとはっきりとした転調が起こります。僕はここで装飾を入れる時にファンのナチュラル入れるんだけど、これはちょっと常識には反しています。その瞬間の調の確定された調の音を使うっていうのが常識なのでファンのシャープなんだけど、実はバッハはね数秒後の行き着くところの調の予告を数秒前にするという習慣があるんですね。だから僕はこれはこのファンのナチュラルでもよかろうと思う。低音の動きが3度の平行ですね。ちょっと面白い。でここをちょっとねギターとかリュートで弾くと嫌で、なぜか平行音程に聞こえてしまうんですね。だから内声のミレっていうを強調してやった方がいいですね。ででもその細かくとどうでもよくて、ここに異端調に到着します。でこの補単調にとってこの異端調っていうのは家族調ですねの単調。これはバッハが何か諦める悲劇に面した時にたどり着く調がこの調です。でそれでもう少
少しずつ登っていきます。もうこれはもう嵐の中、雲に閉ざされてちっちゃな鳥か飛行機がこう舞い上がっていく感じですね。そしてこの辺に雲の切れ目を見つけて上に上がってくるわけですね。もうここまで話すると僕がね、何に例えてるかお分かりになると思うんだけど、ずっと後年20世紀のフランスの作家サンテクスペリの夜間飛行に例えてるわけですね。昔の戦前の服用機、ちっちゃな服用機が嵐にあって自分の位置も見失ってもう墜落するという時に雲の上に出てしまうともう自分の位置が分からなくなるから死んでしまうわけだけれども、墜落してしまうわけだけども、それでも雲の切れ目を見つけて雲の上に抜けていって星を見るっていう美しい情景ですね。それとどうしても僕には重なってしまいます。ここでもう雲の上に突き抜けます。そこに見えてるのは全然違う世界が、これはヘミオラなんですけど、ヘミオラっていうのは、音楽用語ですね。ヘミオラクーラントは3拍子なんだけれども2拍子が混ざることが多いんです。でもこの曲では2拍子が混ざらずにここだけが2拍子に1小節を2つに割るわけです。ここまでが1つ。そしてここのヘミオラのところは僕はリュートのこういう装飾音に近い感じなのでリズムを読み替えてそういうふうに弾いていますが、リズム通りっていうふうに弾いても一向に構わないと思いますよ。そういう気分が出てればね。ちょっとだけ半音階が上がってくる匂いはちょっとありますけどね。半音階が上がってくるんだけどもう何の力もないですね。最後装飾音で上にダララって上に上がる夢を見るわけですね。そういう作品です。バッハの硬い作品、構造的な作品と少し違う世界です。一度演奏を聴いてみてください。